リコチタニック。こんにちは、リコチーです。動画をご覧いただきありがとうございます。2023年1本目の動画は新しい裸足の方法を試そうです。以前から SNS で見て気になっていたのでやってみます。とりあえず何事も挑戦してみないとね。まず裸足を埋めるためのトレーを用意します。最近お気に入りのセリアのトレーを使おうかな。すでに電動ドリルで穴を開けてあります。サイズは横約 25cm、縦約 18cm、高さ約 8cm。コンパクトでとても使いやすいサイズです。トレーの底にネットを敷きます。大きそうなのでサイズに合わせてカット。いい感じです。土を入れます。いつもの適当ミックスです。だいたい半分くらいの高さまで。スコップの底でトントンして表面を平らにするよう。貝殻虫対策のお薬アクタラを巻きます。今回は畑のように畝を作って植えてみます。跡がつきやすいように少し濡らしてみます。畝に沿って葉っぱを並べると倒れにくくなるようです。まずはピンセットで畝を作ってみます。あまり良い形にならなくて苦戦中。何か型みたいなものがあると良いかもしれませんね。タピオカのストローとかどうかな。その辺にあったネームラベルで溝を作ってみています。ピンセットよりはいいかも。この溝に葉っぱの付け根を差し込んでいきます。ブルーサプライズの裸足です。裸足ケースで 2、3 ヶ月保存していたものです。今回植える葉っぱは発芽していたり発根している子たちです。小さいけど発芽しているのがわかるかしら。溝があると確かに並べやすいですね。フルーティアです。パクサン苗、コルテスです。トレーに並べて植えるときは混ざらないように形の違う葉っぱが隣り合うようにしています。これも同じくパクサン苗のコルテスなのですが、ちょっと形が違いますよね。幅が広くて厚くてエッジは少しボコボコしているんです。裸足から育てた株なので変異株かしら。こういう不思議な子が現れるのも多肉植物を育てる楽しみの一つですよね。オライさんのミックスベリア、ユーナミです。溝があるので普通に刺すよりも浅く刺せるし、段差のおかげで葉っぱも倒れにくいです。
これはなかなか良い方法なんじゃないかな。丸葉モンブランです。可愛くて美味しそうな名前です。ビニールポットに入れるときもやりたいな。ポット用の型を作ってみようかな。ペンガロンハットの周りが反り上がったような感じのやつ。一回作れば植えるのが楽になるかも。あ、今植えているのは花月夜です。葉っぱが長くても倒れなくていいですね。ラスト、アマビレです。作業終了です。上からだとちょっと分かりにくいと思いますが、土が盛り上がっている部分に葉っぱが寄りかかっています。水やりをバシャバシャしなければ大丈夫かな。あとは土をぐっと押し固められればもっといいと思うので、畝の形の型を作ればスタンプみたいに押せて作業がはかどりそう。多少改良は必要だけど使える方法認定です。ぜひやってみてね。